でいたこのクローゼット、はい、見てください。はい、今回の週末ビフォーアフターは前回寄せる片付けを紹介した後編になります。ダイニング周りのものをね、寄せて更地にして景色を変えて本当にすっきりと片付いたリビングダイニングを実現してるんですが、2つの寄せることを実行しました。まずは稼働率ベースの高いものは、棚の横に寄せて、稼働率ベースの弱いものに関してはあんまり動いてない部屋に寄せるということを一つしました。この寄せる場所の選定についてすごい重要なので、今日はちょっとねそこから語っていきたいんですけれども、この家の間取りをねちょっと見ていただくとね、分かる通り玄関入ってすぐのところが寝室になって、廊下渡っていくとリビングになって、その奥にご主人と奥さんのお部屋があったわけです。でまずねその寄せる場所の選び方としてすごく重要なのは、例えばこの家の間取り見ていただくと、玄関から入ってすぐの場所の収納とかお部屋っていうのはですね、非常に動作ポイントがねいっぱいあるんですね。玄関から帰ってきて、動く動線上とか、お風呂から出てくる動線とか、リビングに向かう動線とか、とにかく動線が交差するような場所にある収納に物を寄せることは厳禁です。はい、こういったところにはですね稼働率の高いものを入れていただいて、使い勝手のいい収納にしていただきたいというのがすごいポイントなので、じゃあどこに稼働率の弱いものを一旦寄せればいいのかっていうと、今回目をつけたのがこちらの奥様の部屋ですね。こちら、リビングの奥にあるっていうことで動作ポイントがあまりない奥様の専用スペースとして使われている場所でした。でもね実はねこのスペースが一番奥さん悩みの種で、ここをなんとかしてほしいっていうのが相談内容だったんですが、リビングダイニングで溢れてた、稼働率弱いもの全部奥さんの部屋寄せちゃいましたよね。そんな悩みの種の場所に使ってないものなんて寄せちゃっていいの？寄せちゃいます。そもそもダイニング周りで溢れていたものって奥さんのものの量が多かったんですね。でもお分かりの通り、この家の奥さんめちゃくちゃファッションが好きなんですよ。洋服が大好きなんです。クローゼットにかかりきれない洋服がこの部屋に溢れていて、趣味のものもね床置きされててね、奥さんはこの景色を見るために本当に残念な気持ちになってたみたいなんですね。でも入りきれない洋服をどうにかしなきゃということで、このハンガーラックやスチールラックなどをね買い足しては一生懸命自分で工夫してね、片付けていたんですけれども、とてもここの部屋で重要なのは、服と物が混在している状態で秩序がなかったっていうことなんですね。空間はちょっと広々としてあるのにもかかわらず、もうなんか壁にねいろんなものを置いてしまって、部屋全体が物の部屋みたいになっちゃってたわけですよ。大好きな洋服も一生懸命きれいに並べてるのに、物と物に挟まれちゃって、この巨大建造物見てください。突っ張り棒で天井まである収納。奥さんはなるべく床置きをしないようにね上へ上げたんですね。上に入りきれないものは結構下になっちゃってね、これリビングに置いたら絶対ダメです。この家の奥さん洋服大好きなんで、なるべく洋服がたくさん着れるようにしてあげなきゃいけない。でも趣味のものもいっぱいあるってなった時に、私はこの巨大なスチールラックを生かしてこの部屋に秩序を与えました。はい、見てください。ドン、真ん中にこのスチールラック配置させていただいております。さっきのなんかスチールラックと雰囲気違いますよね。ゴールデンゾーンがねこのかける部分しかなくて、上と下がすごい使いづらいわけですね。で洋服を挟んで物と物ってなった時に、これテンション下がりますよ。下に置いてあるものは使ってない紙袋だったり、手入れしなきゃいけないものだったりとか、そんなばっかり溜まってますから、まずはハンガーラックの部分を上下にしています。そうすることによって、ゴールデンゾーンが2つできるので、非常にね今着る服が取り出しやすい状態になっています。
畳んだものとか、ね、ちょっとした小物を置きたいじゃないですか。それも右側しに棚板しっかり作って、この3段部分ゴールデンゾーンにあるので、奥さんも出し入れしやすい棚ができています。ほら、そうしただけでなんか景色が全然違いますよね。もう天井までパンパンだと巨大な壁の建造物できちゃいますからね。でもっと景色で配慮するのは、実はこの服の後ろ見てください。じゃーん。はい、すいません、物寄せてあります。あれ、皆さん覚えてます？この棚、ダイニングテーブルの脇にあったラックです。こちらに移動させていただきました。本当は奥さんのためにこの趣味ができるスペースをね、作ってあげたいと思ったんですけど、そこまでのものの整理は残念ながら今回できませんでした。奥さんの部屋の景色をこう変えるだけでね、奥さんめちゃめちゃテンション上がったんで、そちらの模様をどうぞご覧ください。悩んでいたこのクローゼット、はい、見てください。美しく生まれ変わっております。お店みたいです。はいね、もうね、いっそのことクローゼットにしちゃえってことでですね、もう私は減らさせることはしません。洋服をですね、やっぱりね、たくさん着てほしい。だからね、なるべく1枚でも多く着ていただけるように一目瞭然で並べております。なんならこちら、はい、問題が一つありました。布団問題です。はい、こちらで解決しました。ゴールデンゾーンに布団っていうのはですね、どうしても私の中では変えたくてですね、普段シーズンごとに使うのはこの2つだけだったということなので、こちらはワンアクションでスッと取れますので、こっちから出し入れしていただいて、こちらはどちらかというと、なんかこう控えのもので、普段使うものではなかったってことなので、上の方に上げさせていただきました。なんか前よりも増えた感じしません？します。あれおかしい。おかしいですよね。はい。なぜだ。そしてこちらも、なんなら取り出しやすいゴールデンゾーンの位置にしっかりと出し入れしやすくしておりますので、こちらの方も使っていただいてですね、歌はあちらで、こちらではね、ちょっと身支度したりとか、はい。私ね、もう一つ部屋作ろうと思ってたんですよ。本当に。それはですね、あちらなんですけど、はい。ちゃんと部屋が区切られている。私はね、できればこちらに、仕事部屋兼趣味部屋兼、大好きな音楽を聴きながら、手芸とかそういうの好きじゃないですか。だからここにね、机をね、置いてほしかったんですけど、ごめんなさい、ここまではできませんでした。とりあえず机はないんですけど、椅子はちょっとどっかから見つけてきたんで、ちょっとここでね、そうですね。なんかこう書類もね、これから整理したいっていうのもあるっておっしゃってたので、ここでやってもらって、なるべくあっちは散らかさないようにね、はい、ここ夢のスペースにしていただきたいと思います。頑張ります。抜き打ちチェックきますよ。はい、今回の週末美容アフターいかがだったでしょうか。奥さんめちゃめちゃ喜んでましたよね。それではまた来週、さよなら。終わった。よかったらチャンネル登録お願いします。いいね、コメントもお待ちしてます。